はい、おはようございます。おはようございます。斉藤です。はい、本日ですね、青根キャンプ場、いつもの青根に来ております。はい、で、デイキャンプで今日は来てまして、管理棟のこの向かい側のいつものところに来てるんですが、今日はいくつかね、ちょっと商品のレビュー動画を撮りたいなと思ってこちらに来てます。はい、なんでいくつか動画が出ると思いますんで、同じ服装、同じ場所ですけども、はい、ご容赦いただければと思います。お願いします。はい、他にもね、いろんな、もちろんキャンプ動画とかもやっておりますので、チャンネル登録の方もしといていただけたら、キャンプ場紹介とか、あとキャンパーさんの取材とか、そういった動画もやってますので、何かしら情報をご提供できるんじゃないかなと思います。はい、私たちはワークマンアンバサダーを務めさせていただいておりまして、展示会のね動画とかもちょこちょこ出してはいるんですけれども、今回はそのね展示会でも出ておりました3ルームのテントの製品版サンプルが来ておりますので、ちょっとそのテントの設営からねレビューまでやってみたいなということで動画を撮っております。で、今ねこの動画は設営後になるんですけども、設営のね動画も撮りましたので、こんな感じで立ててみましたのでご覧くださいませ。よっ、焦げ茶っぽい感じの色だね。そうだね、なんかいい色だけどな。めっちゃいい色、大人っぽいっていうか、結構しかもここ下からチャック開くからね、しまいやすそう。取りやすそう、しまいやすそう。一緒。大人っぽい色味です。こんな感じの色なんだ。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。こんな感じの、これ外側と、それがインナー、グランドシート、インナーが2つと、グランドシートとペグね。ペグちょっと見せて。なんかめちゃくちゃ重いよこのペグ。なんか良さそうなペグ入ってない？おお、いいの入ってるじゃん。しょぼくないじゃん、全然。ごつい。結構しっかり重さあって、先も尖ってる。ちゃんと使えそうなペグが入ってる。はい、あとガイロープがこんな感じの色です。ガイロープも全然しょぼくない、細くない。細くない。いいじゃん。なんか前回より全然、ほらこのアジャスターみたいなところ。これもだいぶパワーアップしてます。そうですね。めっちゃ入ってるペグ。とあとポールですね。ここにあります。ポールの色がですね、こんな感じ。なるほどね。はい。おっと、ポール、これキャノピーポールか。キャノピーポール。キャノピーポールの色こんな感じですけど。可愛い。なんかちょっとココアみたい。そうだね。な茶色。あとは骨は黒ですね。はい。じゃあちょっとやってってみましょう。広げてみましょう。アウターを広げて、なるほどね。赤が外。じゃあまず内側からセッティングして、グッと立てる感じで。はい。で最後にインナーとグランドシートをつけていく感じですね。はい。はい。やってみよう。この赤いのがついてるやつがサイドポールになります。通すところも黒と赤で分かれてるから分かりやすいです。こっちは色ついてないけど。黒が先だよ。めっちゃしなる。これ細いもんね。すごい。なるほど。いいよ。全然折れそうにないしなりです。はい、とりあえずじゃあここで。これで一回これを立てちゃう。起きない？これ結構さ、戸惑わない？なんかどこで自立するんっていう。また外れたし。今ね、ここに広げて、この感じね。広げてポールを4本差し込んだ状態なんですよ。この状態。俺今カメムシ引っ叩いたらすっげえ臭くなっちゃった。そんなことあるの？でこの次なんですけど、手順4、メインポールとサイドポールをリングに差し込みます。それからサイトのペグを打ちますってなってる。この順番でいくと自立しなかったんだよね。ポールがねプリンって抜けちゃうか、立てようとしてる間にプリンって抜けちゃうか、立ててながらペグダウンをするのが
ちょっと大変、うん持ってないと。まあリングに入ったとしてもこうドーム型になってペタって落ちちゃう。そうなんかでポールもすごい柔らかいんで、自立する感じがなかったんだよね。はいでこの説明書通りでいくと先にサイドポールをリングに差し込みます。このリングうんなってるんだけど、これだとうまくいかなかったんで、はいはい、先にこっちのペグを打ちます。うん外側のうんまあここだと6箇所ってなってるのかな、まあ、4箇所でもいいと思うんだよね。4箇所でもいいんで先にペグをうん打っちゃってはい決めちゃうと、うんそっから起こしてみる。これにちょっとトライしてみようと思います。はいはい、じゃあまず端っこ止めてっちゃおうかと。全体で言うと、こんな感じで広げてるここ。結構シェルター系のテントだとうこのやり方やることは多いんだよね。ん多いですね。先に刺さるとこまででいいか。まあ今日はうん止まらないので風もないし。で反対側ね。はい4箇所打ちました。こっちならいけそうな気がする。うんボールが柔らかすぎんだなやっぱ。めっちゃ柔らかいよね。調子なるよね。パターンがよいしょよっしゃ。じゃあもう一個クロスのはいよいしょはい感じました。ははいあ、じゃあこっちのリング行きましょう。はい赤刺します。いいよ。クロスが立っちゃえばうまあいけんだけど。行きました。できたけどできたんだけど、こんな感じになりました。はい、まあ立っちゃえばかっこいいですね。そう、まあ、ポールがちょっとうん細くてすごくはいなんか自立する時にすごく大変だったから、まあでも立てれたことは立てれたよね。これでそうこの4箇所止めて立ち上げたらいけたんですけど、で本来さ、もしペグがさなかったら入れてなくて、そのリングにうん穴に入れて、うん起こしますが先だった場合って、うんこのバサってもうバッて開いて、そのだからこの状態で自立しててくんないと、うん、だからペグが打てないもんね。 4人ぐらいいたらできますけど、それもね1人2人でやるとするとやっぱりペグでまあ最悪2箇所でもいいからうん押さえといてうん起こすとか、の方がいいですね。うん、じゃないとちょっと無理だったんで、今回ちょっとこのやり方でやりました。あとね、このスカートとかも全部に D カンついてるんではい。打てます。こうやってぴったり。風が入んないように。そうそうそうはい、冷気入んないようにできますね。こっち側はキャノピーは今回せず、ここ上にまくり上げで終了です。で、今からテントの中にインナーを吊り下げます。インナーは吊り下げタイプです。こんな感じでうん設営は終わったんですよ。でちょっと設営動画見ていただくとお分かりのようにですね、ちょっと苦戦しまして、そうですね。立てるのに、うん。このタイプの形のテントってこう立ち上げが必要なんですね。ポールを通した時にはい。グイッと立てなきゃいけないじゃないですか。寝てる状態から立ち上げるという、でそれがこの幕って、このサイズなんで結構重たいじゃん、やっぱり普通のちっちゃいテントよりは。なのがやっぱりこの細さのポールだったんで立ち上がらないのよね。こう持ち上がらないの。このポールがしなっちゃって全然持ち上がらなくてだいぶ苦戦しましたが、はい。説明書の書き方がちょっと分かんなかったんで勝手な方法ではい。最初にペグダウンして固定して立てちゃいましたけど、はい。その辺はちょっとさっきワークマンさんにも電話してお伝えしました。これ説明書が分かりませんと、それをお伝えしたので、はい。もしかしたら治るかもしれないので
はいまあ、その辺は期待しましょうということで、はい。はい、でこう立ってしまえばまあまあ見た目はすごくいいよね。見た目可愛いですね。色も大人っぽい落ち着いたカラーで。はい、はい。特徴としては3ルームなんですよね。なので、今ねこっち側だけインナーをつけたんですけど、こっちにもつくんですよ。今つけてないけど。はい。なんで、部屋が3つになりますよっていう意味で、インナーとここがまあリビングというかね、みたいな感じでございます。はい。はい。でさらにまたこれも設置はしてないんですけど、お座敷ができるようになってると。やりましょうか。はい。じゃじゃーん。これがこの真ん中に敷くお座敷用のグランドシートになります。はい。で簡単でこのフックで引っ掛けて止めていくだけで、なんとお座敷スタイルになるという。はい。はい。これやってみましょはーい。こっちで合ってんのか。こっちかな。う。どうだろう。反対かな。まあつけてみるか。ここに止める丸い丸カンっていうのがあるから、ここに引っ掛けはい。っていう感じで。お、こんな感じで。お座敷完成。開けます。はい。なるほど。こんな感じです。はい。で、こうフルのメッシュではい。ね、全面はすごいいい感じですねこれ。風通りがあって。じゃあちょっと寝てみましょうか、はるくんさん。はーい。サイズ的にはコット2台でギリみたいな感じだよね。だね。ハイコットは無理っぽいな。ローコットなら2台いけますみたいな感じだと思います。サイズもあるんでサイズ書いておきます。はーい。反対側は常にメッシュですね、こっち側ね。これまあ本当はねこれ閉まった方がいいよねって前にも言ってたんだけど、はい。ちょっと次のはい改善版にが出れば期待したいところでございます。おやすみなさい。ははい、こんな感じです。広い。まあやっぱ2人でびっちり2人って感じだよね。なんかワンちゃんとか前もうちもさ、自分たちとワンちゃんルームとかそうこっち側にね、そうやりました。はい。お友達と来たりしてもさ、なんかみんな寝るとこを分けてさ、はいできるのもちょっといいかもしれない。で中はあとこう上にランタンフック真ん中にあって、ここはちっちゃいベンチレーションが2つついてます。インナーの中にもありました、ランタンフック。あ、ここにね、はいとここにもベンチレーションがついてます。はい。そしてまあ下はここが外側が窓になってるんで、まあ、風通りはあるかなと思います。はい。ただねインナーをつけると隠れちゃうんだよね、窓が。そうだね。だあっちはあんな感じで、あれがそうそうそう、インナーの奥にあるっていう感じで。これでやったらね外見えるんですけど、そうだ。こうなっちゃうとちょっとどういう仕組みなのかまあでもあれなんですけど、どうなんだろう。おちっちゃいね、結構ね。ちっちゃい、この径が8センチぐらいっぽいんですよ。はいはい。でうちで使ってる薪ストとか10センチなんで、そうだよね、太いまあの結構。その時点で入らないという、ちょっとどうなんでしょうねこれは。中はまあそんな感じでございます。一応ポッケもついてますね、インナーに。あ、本当だ。こうちょっとしたものは入れれるかな。あとここはこうメッシュにもなります。はい。こうですね。ここはフルメッシュになりますんで。なんかさ、これからのさ、秋とかでさ、ちょっと虫いるねぐらいだったらさ、閉めてさ、気温も低いし、虫除けしながらお座敷で遊べると。全体こんな感じで。そうそうそう。真ん中がね、結構高くて、私158センチなんですけど、全然いけます。なんかそれなんで158.9です。だいぶ使いやすいですね、その分。使いやすい。このスカート全面ついてるんですけど、暑いなとかだったらここをくるくるくるってしてここは止めれる。ああ、なるほどね。はい。スカートなしにできると。なしでスースーできます。それは便利ですね。はい。あとはここに D カンもついてるから、こう真冬はね、こここう止めることもできると。従来の出てたテントちょっと違うかもね。よりリップストップのちょっと強くなった感じするよね。そう、生地ね、強くなった気します、前より。あとこのロープもちょっと良くなった気がする。確かに太くなった気がする。そうそう。しっかりしてるところはやっぱしっかりしてるんですよ。車と比べても大きさが
しゃれにこうでちょっとまたキャンプでしたいなって感じします。うん。じゃあちょっと椅子でも置いてみますか、椅子とテーブル。お、見ちゃう？椅子。椅子も実はね、ワークマンの新作を持ってきました。あ、そうなんですね。はい。軽量化されました。なんか四角いってなんか新鮮じゃない？確かに。今めっちゃ頑丈。めっちゃ頑丈だよ。うん。すごいよ。いいですね。なんかめっちゃ頑丈。広いよねこれ。広い。ここが。なんかもう組み立ててて広いなと思った。包み込まれます。めっちゃ良さそう。すっごいいいじゃん。すっごいいい。ここ開いちゃっ、浅い。もっと沈みたいってこと？そう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 。もうちょっといつもの感じのだと、まあどっちがいいとかじゃないんだけど。私これがいい。焚き火で燃え広がらないなんて。すごい。あとカーキかな？3色出てたと思うんですけど。いい感じです。いい感じです。はい。はい。じゃあちょっと外行きましょう。はい。はい、ということで以上ですね。ワークマンの新作テント、耐久撥水3ルームシェルター、はい、のご紹介をさせてもらいました。はい。はい。なんかまあ使い用途ですよね。まあこの価格のテントなんで、ここが悪い、あそこが悪いとかではなく、どこの部分を妥協するというか、まあこの価格だったらここ許せるよねみたいな感じにはもちろんなると思いますので。まあそうですね。私だったら例えば初めてキャンプするときに、トレジャーファクトリーでさ5000円のテント買って始めたじゃん、って時にもし出てたらまだハマるとも限らないし、キャンプに27,800円で、そうね、まあこれだけの広さでキャンプできるんだったらいいかなと、それとかあとめったに行かないからお金かけたくない、確かにでいいと思います。それだったら結構十分だと思いますね。そうだよね。でこのタイプのテントのいいところはやっぱオール天候型だと思うんで、まあ、雨降ってもね中で楽しめたりとか、そういう使い方ができるのがいいとこじゃないかなと思います。そうですね、スタイルが結構変えれるじゃん。そう、ツールーム部屋をつけるのか、つけないのか。そう部屋ゼロでもいいんだもんね。ゼロで、そうコットそのまま置いちゃって、それでもいいし、グランドシートなしでもいいし、確かにお手持ちの例えばソロテントとか、ちっちゃいテントあったらそれでカンガルーとしてシェルターだけ使うのもありだし、楽しめるとは思います。そうですね。はい。なんでその用途次第でいろいろアレンジが可能じゃないかなと思います。そんなレビューでございました。はい。まだね他のテントも来てますので。そうなんです。そのうちねレビュー動画撮りたいなと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録していただいて他の動画も見てもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。さようなり。斉藤でした。ありがとうございました。太郎ちゃんでした。はい。ありがとうございます。